Hello everyone, I'm from Japan. This JNAC 2020 has only 2 sessions in Japan, so please go and listen to them. My English is not very good, so I'll be talking in Japanese. Please read the subtitles. こんにちは。日本の方にも聞いてほしいという思いもあるので、日本語でお話しさせていただきます。今日は30分ほどですが、お聞きください。よろしくお願いします。ここで、面積事項です。はい。まず私の自己紹介ですが、私は DNA の IT 戦略部で働いています。後ほど紹介しますが、JMAG という、ユーザーグループのオーナーもしています。また去年、ジャムフヒーローズになることができました。皆さん、ヒーローズを知っていますでしょうか？子供の頃ですね、一度ヒーローに憧れたかもしれませんが、ちょっと思ってたヒーローと違うかもしれないですが、ご興味あれば調べてみてください。日本にはまだ、ヒーローが少ないので、新しいヒーローをお待ちしていますと。また世界中でももちろん、アメリカでも大変ですけど、日本でも COVID-19 が大変な状況になってます。最近はずっとマスクをして過ごしてます。では、今日のタイトルですね。Delight and Impact the World with Jamf を、始めていきたいと思います。まず、アジェンダです。一つ目ですね。DNA と渋谷のことについて。二つ目、DNA でどのように Jamf が使われているか。三つ目、Jamf が COVID-19 でどう活躍したか。そしてこれからやろうとしていること。最後に JMAG の紹介をしていきます。では早速 DNA と渋谷についてです。イメージ動画を見てください。未来の世界は誰にもわからない。予測なんて大抵外れる。だから私たちは未来も変わらぬものと向き合いたい。人は皆健康で楽しい人生を送りたい。自分らしく輝きたいと願い生きている。それは未来永劫変わらない。どれだけテクノロジーが進化しても人間は人間のまま。むしろより人間らしくなるはずだ。その仕事は語られるか。次はどうやって沸かせる？記録より記憶に残す。ドラマを起こせ。伝説を作れ。異彩を放て。デライト&インパクト・ザ・ワールド。世界に喜びと驚きを。はい、DNA は1999年の創業で、昨年20周年を迎えました。これは20周年の記念動画で Delight and Impact the World という私たちの理念を表したムービーになります。さてここで、まず会社のお話を紹介させていただきます。従業員は2500名を超えてまして、グループ会社合わせて50を超えています。大小を含めて23の拠点がありまして、主に日本なんですけど、中国や一部、もちろんアメリカもですね、拠点もあります。これは事業ポートフォリオです。メインはゲームですが、大きく8つの事業を持って多彩な事業を行っています。はい、1つ目ゲームですね。私たちは多くのゲームを作成しています。この載ってないですが、有名な IP のゲームも多く作っています。他にも、
自分の遺伝子を検査するサービスを運営しています。で、ケンコムという、検診データを見るアプリや、日本で最も人気のある野球チームの一つを運営しています。去年スター選手がメジャーリーグに行ってしまいましたが、デビュー戦でホームランを放ちました。他にもまだまだ素晴らしい選手がいます。スタジアムも素晴らしくて、オリンピックに来る予定だった人は、このスタジアムに来てたかもしれません。日本では B リーグという名前でバスケットボールのリーグもあります。川崎ブレイブサンダースというチームも私たちのグループです。他にもソーシャルライブコミュニケーションアプリや、自動運転などの実証実験を自動車メーカーとともに行っています。こちらは個人間でカーシェアを行うサービスです。日本にもいい漫画たくさんありますが、これは人気の漫画が無料で読めるサービスです。これが今回参加者が多い IT 部門の方には一番身近なものになりますが、B2B のサービスで RPA を今年新たにリリースしました。私たちの会社はですね、一番最初にリリースしたのは e コマースのサイトです。はい。他にもいっぱいありますが、この多くの事業を運営しながらですね、DNA は永久ベンチャーというのを掲げて、常に新しい価値の提供に挑戦する組織であることをビジョンとして掲げています。で、僕たちが今いるのは大規模な再開発を行っている渋谷です。渋谷には国内外のテックカンパニーが集まってきてまして、渋谷の近所の会社でミーティングに行ったりしてました。COVID-19 前までですね。で、渋谷の企業が集まるピットバレーというイベントも、JNARC と同様オンラインで行ってます。で、僕たちは DNA は日本でしか作れないようなサービスをここ渋谷で多様な人たちと共に作っています。はい。DNA の IT を支えているのはこちらのメンバーになります。簡単に紹介します。左からユーザーサポートグループですね。ヘルプデスクや、もちろん Mac のキッティングとかもこちらで行っています。で、オレンジの部分がテクノロジープロモーショングループです。僕のいるグループになっていて、SaaS の導入や、管理運用を行っています。で、次が PPR プロモーショングループですね。業務改革推進グループです。会計システムの運用や RPA の導入などを行っています。4つ目がシステム開発グループ、システムデベロップメントグループがあります。3つのグループも横断しながら、スクラッチの社内システムの開発や運用を行っています。会社の環境を紹介します。大体ですね、MacOS の端末が2700台ぐらいありながら、アカウントが5000ぐらいですね。協力会社とかも含めて5000くらいあります。で、従業員2500人くらいですね。で、iOS とかは主に BYOD とかで利用しているような、こんな環境になっています。で、社内のシステムについてですけども、だいたい、社内 IT がマネージしている SaaS などが、71。で、社内で、利用しているオンプレのシステムとかですね、細かいの含めて52くらいありますと。それ以外に、事業部独自でですね、利用している全社横断じゃないシステムなどが、200以上あるような状況です。で、ここで、JAMF がどのように DNA で使われているかを紹介します。まずこれが、オレンジです。かわいいですね。先ほどご紹介した、スクラッチのシステムのうちの一つです。画面が、こんな画面になっています。DNA 社内で作成したフルスクラッチのシステムになってます。DNA のすべてのグループ会社の端末を登録してまして、ハードウェアの管理やソフトウェアの契約管理とか棚卸しも行っております。
で、ここには各部門の、ユーザー情報とかも入ってるんですけど、それは別のエンパワーメントという従業員管理のシステムと、取っています。はい。じゃあ、ここでオレンジとジャム風の連携の話をさせていただきます。まず、オレンジにはですね、新たに購入したデバイスをすべて登録しています。新しく買った Mac とか Windows のシリアルナンバーを登録しています。で、登録した Mac は、JAMF に登録されて、JAMF のインベントリーはオレンジに API で送られて、ユーザーとの紐付けが行われます。で、もちろんそれ以外に、Windows も Windows 用の資産管理ツールからデータが送られています。で、さらにアンチウイルスの EDR のステータスも連携されるようになっています。で、ここで、各端末のですね、アンチウイルスソフトとか EDR のステータスなどをすべて管理しています。で、たまにですね、アンチウイルスソフトをアンインストールしちゃったようなユーザーには、こう自動でメールを送ってフィックスしてくださいねというのをお送りしています。はい、ここで、どうやってユーザーに PC を渡しているのかですね。私たちのヘルプデスクとともに紹介をさせていただきます。はい、まず、サマリーですと。僕たちがユーザーに出す PC は、まずですね、倉庫でベースキッティングをされています。で、その上で、バーコードで管理してるんですけれども、ピッて押すと、オレンジにユーザー情報と紐づくようになります。で、最後にですね、ユーザーの手元で、セルフキッティングっていう形でですね、各ユーザーの、自分の個人設定だけですね、行うようになります。では、ここでですね、ユーザーのセルフキッティングの部分ですね、動画で流したいと思いますので、ご覧ください。僕は DNA のユーザーサポートグループに所属している瀬戸と言います。今日はこれから Mac のセルフキッティングの手順を案内していきます。はい、ここがヘルプデスクの窓口になっています。これから PC の受け取りに入っていきます。はい、はい、ベースキッティングされたパソコンはこの中に入っています。今日はここから1台を取り出して持っていきます。はい、ここがセルフキッティングをするためのコーナーです。ユーザーは持ってきたパソコンをここで接続をして、セルフキッティングをしていきます。もちろん、見るためのキッティングのマニュアルとして、ここにですね、こういったマニュアルが書かれた iPad ですとか、あと Zoom Rooms もですね、置いてありまして、困ったユーザーはここで、問い合わせをすることができます。はい、これからキッティングをしていきます。はい、ここから、セルフサービス上にある、セットアップのメニューで、キッティングを進めていきます。はい、これでこのパソコンは、僕の ID で使えるようになりました。キッティングは以上です。はい、こんな感じの動画でした。ちょっとおさらいしますと、もともと、倉庫でベースキッティングされた、Mac がありまして、ユーザーは最後取り出して、セルフサービスでセルフキッティングだけを行います。でここでやってるのは、ネットワークの認証ですね。個人の認証を持ってきたりとか、ユーザーが各個人でしか使わないようなユニークなアプリをインストールしたりとか、個人のデータを移行したりっていうことを行ってます。簡単なセルフサービスですね。
一応退職時ですね。退職時は先ほどのヘルプデスクに、この Mac 終わりましたっていうのを持ってきてもらえれば、オレンジにバーコードをピッてやっていただいて、退職の処理を行います。そうすると、JAMF のレコードは API で削除されて、もう一度倉庫に戻ってですね、クリーンインストールして、新たに利用できるような状態にしますと。以上が、オレンジの紹介になります。さあ、ところでですね、COVID-19 は、いろいろ大変でしたと。僕もすごいサンディエゴに行きたかったです。ということで、COVID-19 でどのようにですね、JAMF Pro が役に立ったかというお話をさせていただきます。なんかいろいろやったんですけど、バタバタして忙しすぎてですね、忘れちゃった部分もありますが、いくつか、ピックアップして紹介していきます。まず一つ目ですね、リモートサポート、セルフサービスです。提供しました。今まで手作業でやってたことだったりとか、ファイルサーバーにあったスクリプトなどですね、細かい切り分けのトラブルシュートとかに利用していたものを、セルフサービスにログインすると見えるようにさせていただきました。これによってですね、自宅でも少し切り分けができるようになってます。はい。こんな感じですね。はい。二つ目ですね。さっき、紹介した IT の部署以外にですね、私たちの運営しているサービスのインフラなどをですね、見ている部署、社内システムを一緒に見てくれています。そちらの方々ですね、対応してくれた内容を少し紹介したいと思います。僕はまだまだ修行中のですね、パダワンみたいな人なんですけど、尊敬するですね、ジェダイマスターみたいな、先輩がいるので、その人がやってくれてたりします。はい。で、リモートワーク始まってから VPN の調整ですね、すごく多くありました。で、VPN サーバーを増強したりとかもあったんですけど、例えば特定の宛先にだけ VPN トンネルを通さないだとか、その特定の宛先をですね、随時追加したりとか削除したりとかですね、そういったアップデートを、JAMF からですね、すべて配布して行いました。タイムリーにですね、すぐポリシーが配れるのはすごく便利でした。はい。で、三つ目ですね、VM のゲストを、作りましたよっていうお話です。みんなリモートになってですね、今まで検証していた作業とかを自宅で行うようになってたんですけども、だんだん検証端末が足りなくなってきましたと。でもみんな会社から新しい端末を発送するのとかもすごい大変だったので、そんな人のために VM のイメージとかをですね、セルフサービスに載せました。ここに書いてありますね。これはですね、JAMF Proからですね、配られてですね、コンポーザーがあればですね、作るのも簡単で、すぐ配れてですね、すごい便利なので、ぜひ皆さんも作ってみていただければいいかなと思います。ちょっとですね、ローカルのストレージが足りなくなったりするんですけど、やってみてください。はい。ここからですね、今からやろうとしていることを少しお話しします。先ほどお話ししたんですけれども、DNN にはですね、多くの子会社とかグループ会社、関連会社があります。今年も現時点でですね、3つほど新しい会社ができていて、1つですね、グループから独立したりとか、しています。で、DNN のグループ内は基本的に同じ JAMF に登録して管理しているんですけど、グループから外れた1社は、新しい JAMF にリエンロールする予定です。これもですね、COVID-19 によっ
、どちらもフルリモートの状況下になっているので、リモートからリモートで、JAMF のエンロールをし直すっていうことをテストしています。はい。でまたですね、JAMF コネクトも試しています。これは特にですね、COVID-19 以降ですね、入社から、初日からですね、リモートになってくるが多くなってきたので、すごく重要になっています。今まで、アクティブディレクトリとですね、バインドしていたものだったりとかも、こうする必要がなくなったりとか、DNA ではですね、Okta を利用しているんですけれども、Okta のアカウントと利用してログインできたりとかですね、AD のチケットも管理できて、やりたいことは何でもできるかなっていう感じです。もちろん Okta の MFA とかにも対応して、ログイン画面もですね、DNA のロゴとかですね、カスタムできるようになってます。でこのロゴをせっかく DNA にはしてみたんですけど、例えばですね、さっき、ご紹介した僕はベイスターズのロゴにしたいとか、川崎ブレイブサンダースのロゴにしたいとかっていうのはですね、セルフサービスにロゴを変えるポリシーを置いてみました。で、これを実行すると、ログイン画面がカスタムしたりですね。皆さん好きな会社のロゴに変更できるようになってます。はい。と、もう一つですね。JAMF プロテクトですね。本当に最近テストを始めました。で、これいい点、悪い点ですね、出しています。左がちょっと今の良くない点なんですけれども、もともとカーネルエクステンションですね、特にセキュリティ系のツール動かなかったりしていますと。で、それによって、アンチウイルスソフト、再インストールしたりとかっていう対応を行っています。で、さらにオンプレのものだとですね、サーバーのメンテナンスとかアップデートがあったりしているので、その度にですね、ユーザーさんの方で、再インストールしてくださいとかアップデートしてくださいとかっていう案内を行っています。で、これが JAMF プロテクトになるとですね、カーネルエクステンションも必要ないですし、ユーザーさんに再インストールしてもらったりする必要はなくてですね、端末の情報によって、JAMF プロテクトで検知した端末の状態によって、JAMF プロのコンピューターグループに登録を自動ですることによって、新しい JAMF プロのポリシーを当てて、自動でトラブルをフィックスするっていうことができるようになっています。で、これまだ検証中なんですけれども、ここまでできればですね、AWS マネジメントというフレームワークですね、JAMF が利用できるので、これからに期待しています。で、もう一つですね、最後です。JMAG というユーザーグループを運営しています。JAMF Mac Admin ユーザーグループというものです。これは JAMF のオフィスで開催した時の写真です。みんなすごい楽しそうな顔をしてポーズをとってるんですけど、この変なポーズですね。ちょっと J をポーズを取ろうと思ったんですけど、間違えて日本語の C になっちゃいましたね。せっかくなので、日本語で覚えてもらえればいいかなと思います。これが過去の2019年の開催会になってます。だいたい8月ぐらいから1ヶ月に1回ぐらい行っているんですが、年明けからですね、COVID-19 でちょっと一度停止しています。で、JMAG の運営にあたってですね、一つアンカーを置いて、コミュニティを作ろうということになっています。JAMF を中心に置くんですけど、それ以外のコーポレート IT 全般のですね、Web コミュニケーションだったりとか、MacOS とか、iPad とか、もちろん Windows とかですね、全然関係ない SaaS とか、
社内のファシリティの管理とかも含めて、いろんな話をできるような場になっています。はい、で、この写真ツイッターにあるんですけど、この時は、たまたまですね、オーストラリアや台湾の人も参加してくれています。コーポレートエンジニアですね。僕はすごい面白いと思っていて、特に日本の IT のアドミンはですね、すごい面白く仕事ができると思ってます。で、渋谷とか東京にもですね、多くの企業があって、ご近所で社内 IT 同士で会社をまたいで話すこととかもよくあるような状況です。で、特にMac とか Jamf をですね、トピックにした、ユーザーグループはユニークなものになっているので、似たような Mac とか Jamf にですね、愛のある人たちが集まってお話をしています。で、会社でちょっと言えないことはあるかもしれないんですけど、お互いにですね、いい使い方とかを教え合って、IT 部門が向上していけばいいかなと思って活動しております。海外の方ももし日本に来たら参加していただきたいですし、日本の方もよければですね、リンクを置いておきますので、見ていただければ、参加していただければと思います。最後にスペシャルサンクスですね。今回のスピーチにあたって、Jamf のジャパンチームの方にも多く、サポートいただきました。で、ここまで来れたのは、会社の方とか、JMAG のですね、ユーザーとか、日本の Jamf ユーザーのご協力のおかげだと思っておりますので、皆さんに感謝の気持ちを伝えたいと思います。ありがとうございました。以上になります。今日はありがとうございました。終了後にですね、アンケートが出るということですので、優しい気持ちでお答えいただければいいかなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。